第1章秋晴れの午後と命綱の電話。秋晴れの穏やかな午後。佐藤和恵70歳、夫に先立たれてから10年になる。一人暮らしの自宅で趣味の編み物を楽しんでいた。チクチクと編み針が毛糸をすくう音だけが日当たりの良いリビングに静かに響いている。この家とこの静けさが和恵の日常だった。夫が亡くなってからというもの、彼女の世界は少し小さくなった。だからこそリビングの隅に鎮座する固定電話は和恵にとって単なる機械ではなかった。それは彼女の命綱だった。週に数回、近所に住む娘の明美からかかってくるお母さん、元気？という声。月に一度、遠方に住む学生時代の友人との2時間にも及ぶ長電話。そして、時折、夫のただいまという声が残された古い留守番電話のメッセージをこっそりと聞き返すこともある。おばあちゃん、電話が友達なんて寂しいわね。以前、友人にそう言って笑われたことがある。だが、和恵にとっては、この電話線一本が確かに社会とつながっているという実感そのものだった。その日の午前中にも電話は2度鳴っていた。一度はよく利用する宅配便のお荷物のお届けを知らせる自動音声。2度目はかかりつけの病院からの明日の予約確認の自動音声。もしもし、佐藤ですけど。そう言って相手が機械だとわかると、和恵は少し拍子抜けしながらも案内に従ってボタンを押した。最近は何でも機械がやるのね。便利だけどなんだか味気ないわね。そう独りごちで和恵は苦笑いした。まさかその自動音声への慣れが今日の午後に最悪の形で裏目に出ることになるとは夢にも思っていなかった。編み物が一段落し、和恵が紅茶でも入れようかと立ち上がった。その時だった。ジリリリリ、リビングの静寂を切り裂くようにその命綱がけたたましい音を立てた。和恵は編み物を膝に置き、ゆっくりと受話器に手を伸ばした。はい、佐藤です。いつも通りの穏やかな声で。第2章2時間後に電話は利用停止となります。受話 D 機の向こうは無音だった。もしもし、佐藤ですが、和恵がいぶかしんだ。その瞬間、午前中に聞いた宅配便とも病院とも違う、妙に冷たく威圧感のある電子音声が流れ出した。こちらは NTT ファイナンスです。お客様の回線に未納料金が確認されました。和恵の心臓が冷たい手で掴まれたようにキュッと縮こまった。未納料金、そんなはずはない。電話代も電気代もガス代もすべて夫が亡くなった時に娘の明美と一緒に手続きをしてきちんと口座から引き落とされているはずだ。和恵の思考が停止するのを待たず電子音声は無慈悲に続けた。本日15時、今から2時間後にお客様のこの電話は利用停止となります。和恵は息を飲んだ。全身の血の気がさーっと引いていくのが分かった。電話が止まる。それは70歳の和恵にとって社会からの完全な孤立を意味した。友人の声も聞けなくなる。娘の明美とも話せなくなる。もしこの家で一人で倒れたら、もし持病の心臓が苦しくなったら、救急車を呼ぶこともできない。オペレーターにつなぐ場合は1番を押してください。電子音声が唯一の救いのように響く。和恵は震える指で受話器の1のボタンを強く押した。まるで溺れる者が藁をつかむように。先ほど感じた味気ないという余裕などみじんも残ってはいなかった。第3章オペレーター佐藤の高圧的な脅し。プツッという音の後、数秒の無音。和恵は自分の心臓の音だけがやけにうるさく響くのを固唾を飲んで聞いていた。はい、お電話変わりました。NTT ファイナンス債券管理センターの佐藤と申します。電話の向こうから聞こえてきたのは一切の感情を排したような事務的で冷たい男の声だった。佐藤と申します。今、電話が2時間後に止まるという音声が。和恵が必死に状況を説明しようとすると、佐藤は存じておりますと彼女の言葉を遮った。お客様は佐藤和恵様ですね。住所は東京都区。佐藤は和恵の住所を番地まで正確に早口で読み上げた。はい、そうです。私です。和恵は相手が自分の情報を正確に把握していることに
少し安堵した本物の NTT の職員なのだと少々お待ちください。今センターの記録を紹介しておりますので、佐藤はわざとらしくパソコンのキーボードを叩く音を立てる。カチャカチャ、ターン、カチャカチャ、ああ、出ました。和江様、お客様は携帯電話の料金30万円が未納となっております。和江は思わずすっとんきょうな声を上げた。携帯電話？いいえ、私はここの固定電話の携帯は娘が契約してくれてるはずですが、どちらも弊社 NTT グループの管轄です。お客様が支払われないため、今大変な事態になっております。佐藤は突然声を一段低くし、威圧感を込めた。30万円、このままではお客様は完全にブラックリスト入りとなります。そんな、覚えがありません、覚えがないと皆様そうおっしゃいます。佐藤は和江の混乱を畳みかけるようにさらに高圧的に続けた。お客様、ご自身の個人情報がすでに漏洩しているという認識はおありですか？昨日もお客様とよく似たお名前の方が滞納を原因として警察の捜査対象になっています。警察？和江の背筋を冷たい汗が伝った。第4章、これは犯罪だ。警察に通報します。犯罪？和江の頭は真っ白になった。未納料金の話から一気に犯罪警察という言葉が飛び出してきた。そうです。犯罪です。お客様が支払われないため、お客様名義の回線が犯罪行為に利用されている可能性が浮上しています。そんな、私が、弊社 NTT も被害者です。お客様が料金を滞納したせいで、お客様の回線がオレオレ詐欺などに再利用されているかもしれないのです。和江は数年前に見た詐欺撲滅キャンペーンのポスターを思い出していた。あなたも被害者、そして加害者に、あの時はまさかと笑い飛ばしていたが、今そのまさかが自分に降りかかっていた。このままですと弊社から警察に被害届を提出することになります。当然お客様の財産も差し押さえの対象となります。警察、差し押さえ。和江は受話器を握りしめたまん、その場に崩れ落ちそうになった。真面目に生きてきた夫が残してくれたこの家で税金も年金もきちんと納めてきたその自分が犯罪者？警察に？それだけは待ってください。お願いします。和江は電話の向こうの顔も見えない佐藤に向かって必死に頭を下げていた。そうおっしゃられましても規則ですので、佐藤は冷たく言い放つ。和江が年金暮らしで30万円なんて大金、一度にはとてもとか細い声で抵抗しようとすると、佐藤は待っていましたとばかりに声をかぶせた。お金がない、払えないと。それは警察に直接ご相談ください。お嫌ですか？警察は、ではご家族はいかがです？娘様がいらっしゃいますね。娘様にも多大な迷惑がかかることになりますが、明美に？当然です。お客様が犯罪者になれば娘様の社会的信用もお仕事も全て失うことになりかねません。それでもよろしいのですか？家族を人質に取られたのと同じだった。自分のせいで明美の未来に傷がつくことだけは絶対に耐えられない。それだけはご勘弁を。払います。なんとかしますから。和江は自分が何かとんでもない過ちを犯したのだと完全に思い込まされてしまった。第5章、地獄の沙汰も電子マネー次第。佐藤は和江が完全に支配下に入ったことを確認すると、わざとらしくチッと舌打ちをしてみせた後、大きなため息をついた。仕方ありません。和江様がどうしてもとおっしゃるのであれば、声のトーンが少しだけ静かになる。和江様が自分は無関係であると潔白を証明する意思を示されるのであれば、今回に限り特別な救済措置を検討しても構いません。救済措置？そうです。警察への通報および電話の利用停止、その双方を今回だけは見送る方法があります。はい。何でしょうか？何なりと。和江は地獄に垂らされた一本の雲の糸に必死に手を伸ばした。今から急いでお近くのコンビニエンスストアへ向かってください。コンビニ？そこで電子マネーカードを30万円分
購入してきてください。で、電子マネー？和江の頭には、コンビニのレジ横に吊るされているカラフルなカードが浮かんだが、それが何なのかはさっぱりわからなかった。佐藤は和江の戸惑いを先回りして説明する。これは滞納金ではありません。お客様が潔白であることを証明するための保証金です。保証金。そうです。カードの裏に記載されている番号を私に教えていただければ、システムで確認し、お客様の潔白が証明されます。そうなれば、この件はすべて白紙に戻します。もちろん、この30万円は後日全額返金されます。30万円。和江は、タンスの引き出しに入っている、なけなしの貯金を思った。だが、佐藤は、その迷いすら許さなかった。よろしいですか？時間は2時間しかありません。15時までです。警察に逮捕されるか、30万円で潔白を証明されるか、今すぐ、どちらかを選びください。わかりました。買います。すぐ行きます。和江は恐怖に突き動かされ叫ぶように答えた。あの電子マネーカードというのはどこの棚に？そのようなことはコンビニに行けばわかります。もたもたしないでください。はい。第6章緊迫の電話とチャイムの音、よろしいですか？和江様、電話は絶対に切らないでください。お客様が本当にコンビニへ向かっているか、このまま我々が行動を監視させていただきます。もし電話を切った場合、その瞬間に警察へ通報します。和江は佐藤の言葉にはいと答えるしかなかった。受話器を肩と耳の間に挟み込み、壁にかけたコートに震える手で袖を通す。コードレス電話の子機をコートのポケットにねじ込んだ。バッグをつかみ、財布と銀行のキャッシュカードが入っていることを確認する。もたもたしないでください。あと1時間しかありませんよ。子機のスピーカーから砂糖の怒声が飛ぶ。店についても店員には絶対に話しかけないでください。電話が止まるなどと口にすれば怪しまれてお客様ご自身が逮捕されますよ。はい。誰にも言いません。和江はよろけそうになりながら玄関に向かいドアノブに手をかけた。その瞬間だった。ピンポーン。静かな家に間違いなほどのんきなチャイムの音が響いた。和江の心臓が跳ね上がった。ポケットの子機から佐藤が何ですか？誰か来たのですか？と怒鳴る声がくぐもって聞こえた。誰です？警察ですか？違います。多分ご近所の方。和江はパニックになっていた。第7章救世主の来訪と母の異常な姿。お母さんいる？近くまで来たからお醤油ちょっと借りてってもいい？玄関の外から聞こえてきたのは娘明美の明るい声だった。よりにもよって今ダメよ。和江はドアチェーンをかけたまま必死に叫んだ。今取り込んでるから、忙しいから帰ってちょうだい。ポケットの中では佐藤が早く追い返しなさい。その女に聞かれるでしょう。とわめき立てている。和江は佐藤を恐れるあまり娘を必死に追い返そうとした。しかし玄関のドアの向こうで明美は首をかしげていた。お醤油を借りに来るなんて口実だけど、実は明美は昨夜テレビで高齢者を狙う詐欺の特集を見たばかりだった。うちのお母さんに限ってとは思うけど、最近物忘れも増えたしちょっと心配。そんな胸騒ぎがして様子を見がてら顔を出したのだった。なんで？ちょっとお醤油借りるだけ。明美は鍵のかかっていないドアノブを回し、チェーンの隙間から母の姿を覗き見た。そして絶句した。血の気が引いた真っ青な顔。なぜか真昼間からコートを着たまま玄関に立ち尽くす母。その目は何かに怯え、焦点が合っていない。そしてポケットにねじ込んだ子機からかすかに男の怒鳴り声が漏れ聞こえてくる。お母さんどうしたの？何かあったの？顔が真っ青だよ。いいから帰って。あんたには関係ないでしょ。和江は佐藤の誰にも言うなという命令を守ろうと必死に娘と口論を始めた。関係なくないよ。どう見ても普通じゃない。お母さん誰と電話してるの？うるさい。大事な話をしてるのよ。邪魔しないで。和江が娘の目の前でこれほど取り乱すのは父が亡くなった時以来だった。明美は
自分の胸騒ぎが最悪の形で的中したことを悟った第8小娘の一括。それ詐欺だよ、お母さん。入るよ。明美は母の制止を振り切り、チェーンをかけたままのドアを強引に押し開けようとした。和江はやめてと叫びながらも、娘の力にはかなわない。チェーンが外れ、明美がリビングになだれ込む。そして和江のポケットから半分飛び出していた子機をひったくるように奪い取った。あ、明美、ダメ。監視されて。もしもし、あんた一体誰よ。うちの70過ぎの母を脅して何してるの。明美が受話器に向かって怒鳴りつける。電話の向こうで佐藤が、なんだお前は。業務妨害だ。その女に代われ。と先ほどよりも激しく怒鳴り返してきた。明美はひるまなかった。家族だよ。ちょうどいいわ。あんた、母になんて言ったの。佐藤は明美が想定外に強気なことに一瞬ひるんだようだったが、すぐに開き直った。家族か。ちょうどいい。お前も共犯だ。その母親は犯罪に加担している。お前も一緒に警察に連れて行ってやる。その言葉を聞いた瞬間、明美は全てを察した。は？警察？明美はわざと鼻で笑ってみせた。いいですよ。今からこっちで本物の110番に通報しますから。あんたも警察に捕まりたくなかったら今すぐそのふざけた電話切ったらどうです？あ、それとも本物の警察とお話ししたい？お望み通り、あんたの名前とその NTT ファイナンス債券管理センターとやらの住所ちゃんと言ってくださいね。受話器の向こうで佐藤がチッというあからさまな舌打ちをした次の瞬間、電話はプープーという無機質な音を立て、一方的に切られた。第9章母の涙と公式窓口への電話。ああ、和江は糸が切れた操り人形のようにその場にへたり込んだ。どうしよう。明美電話切っちゃった。本当に電話が止まっちゃう。警察が家に来ちゃう。和江は70年間生きてきた人生が全て終わってしまったかのようにワンワンと泣き出した。明美はそんな母の肩を強く抱きしめ、優しくしかし毅然と言った。大丈夫、お母さん、大丈夫だから。あの男が言ってたことは全部真っ赤な嘘だから。でも NTT の人が私の住所も名前も。和江はまだ詐欺師の言葉の呪縛から解けていなかった。お母さん、見てて。明美は自分のスマートフォンを取り出し操作する。そして通話アプリを起動し、スピーカー設定にした。116番に電話するから。これが本物の NTT の番号だから、お母さんも一緒に聞いてて。コール音が数回鳴った後、明るくハキハキとした女性オペレーターの声がリビングに響いた。はい、お待たせいたしました。NTT116 番でございます。明美は母の手を握りながら事情を説明した。カクカクしかじか自動音声で未納金で利用停止だと電話があったんですが、あと佐藤と名乗る男から警察に通報すると脅されました。オペレーターは遮ることもなく最後まで冷静に話を聞いた。そしてはっきりとした声でこう告げた。佐藤様、お母様、さぞご不安でございましたでしょう。ご安心ください。そのような自動音声での利用停止のご連絡や未納料金を電子マネーで請求することは、弊社から差し上げることは一切ございません。それはNTT ファイナンスを名乗った悪質な詐欺でございますね。その言葉を聞いた瞬間、和江の目から安堵と恐怖と、そして自分がまんまと騙されかけた悔しさの涙が堰を切ったように溢れ出した。よかったよかった。和江は明美の腕の中で子供のように泣きじゃくった。第10章取り戻した平穏と家族の合言葉。明美はすぐに警察の相談専用ダイヤル9110にも通報し、詐欺グループの手口、犯人の佐藤と名乗ったこと、すべてを詳細に報告した。警察官はお母様がご無事で何よりでした。娘さんが気づいてくださって本当に良かったですと明美の機転をたたえてくれた。お母さんが寸前で止まって本当に良かった。明美の言葉に和江はまさか自分がと小さくかぶりを振った。テレビで見て人事だと思ってたわ。でも怖かったのよ。電話が止まるって言われて、あの人が私の住所も名前も知ってたから
本物だって。明美は母の不安を拭うように優しく言った。名簿か何かが漏れてるんだよ。悪い奴らの手に渡ってるんだ。でももう大丈夫。これからはさ、合言葉を決めようよ。合言葉？そう、電話で変なこと言われたり、お金の話が出たりしたら、まず私に電話して。そしてこう聞くの。今日の晩ご飯何にする？って、私が昨日のカレーの残りって答えたら本物ってことで、もう明美ったら和は涙で濡れた顔で久しぶりに心の底から笑った。わかったわ。昨日のカレーね。覚えた。数日後、佐藤家の固定電話には明美が購入したこの通話は迷惑電話防止のため録音されますと、発信者に警告音が鳴る最新の通話録音機が取り付けられた。明美はついでに実家のパソコンのセキュリティソフトも最新のものにアップデートした。電話が鳴るたびにビクビクしていた和だったが、数日もすればまた友人との長電話を楽しめるまでに回復していた。娘との絆という最強のセキュリティを手に入れた和は秋晴れの空のような穏やかな日常を取り戻したのだった。今回の法律 Tips。詐欺師は緊急事態を装う黒です。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。今回のケースは自動音声ガイダンスで相手をパニックにさせ、2時間後警察が来る家族に迷惑がかかるといった言葉で冷静な判断を奪う自動音声ガイダンス詐欺と呼ばれる手口です。 TIPS1 自動音声の電話はまず詐欺を疑う NTT や大手企業、役所などが自動音声でいきなり未納料金利用停止差詳細などを通知し、オペレーターにつなぐよう指示することは絶対にありません。午前中に本物の自動音声を聞いていたとしても関係ありません。聞こえてきた瞬間にすぐに電話を切るのが正解です。 TIPS2 電子マネープリカで支払えは 100% 詐欺。理由が何であれ、電話口でコンビニで電子マネーカード、プリペイドカードを買って裏面の番号を教えてと言われたら、それは 100% 偽ギットです。警察や役所が保証金や示談金、あるいは潔白の証明として電子マネーを要求することも絶対にありません。 TIPS3 不安な時は一度きり自分で公式番号にかけ直す。万が一本当に未納があるかもと不安になっても絶対に相手の言うことを信じてはいけません。相手が自分の住所や名前を知っていてもそれは名簿が漏れているだけです。必ず一度電話を切り、自分で調べた電話帳や公式サイトに載っている正規の電話番号に自分の電話からかけ直して事実を確認してください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。